このアジドー 3GS612L を一言で言うと、好きな方にはぴったりの竿でした。ロッドバランスはぐらいのリールで合わせるといいバランスになります。アジドー 1G からのステップアップを考えるんだったら方が超おすすめです。はい、こんにちは、矢野です。今回は皆さんお待ちかねアジドー 3GS612L を紹介します。よろしくお願いします。さあ、日本だけではなく世界の人々から注目されているアジングロッドアジドー 3G を紹介していきますが、このアジドー 3GS612L を一言で言うと、アジドー 5G とブランクの素材は同じだけどガイドをアルコナイトにしてリールシートをスケルトンに変えて安く作ったモデルの竿ですね。アジドー 5G の S622L よりもロッドバランスは劣るけど同じレベルの感度が出ていて、1万円台で買える竿としては衝撃を受けるレベルです。実際に使ってみましたが、この竿をこの値段で出されたら困るメーカーさんも多いんじゃないかなと思うレベルで仕上がってましたね。そんな僕が使って衝撃を受けたアジドー 3GS612L の感度やロッドバランス、このロッドの性能を生かす使いどころや 5G の S622L と 3G の S612L どっちを買った方がいいかなど詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。5G の S622L とほぼ同等の感度が出ていますね。1万円台で買える竿としては衝撃を受けるレベルの感度が出ています。それぞれ 5G と 3G を同じ条件でアジの当たりの伝わり方やジグヘッドが地面に吸った時の感触の伝わり方を比べましたが、違いがわからないぐらい良かったですね。アジが食ってきた時のコンという当たりが取れるっていうのはもちろん、網パターンや産卵期のカサッとかツッという繊細な当たりも取ることができます。またジグヘッドが岩とか棒に当たった時の感触も分かりやすいですね。アジドー 5G と同じ素材を使っているとはいえ反響はちょっと劣るだろうなと思っていましたが、これはいい意味で期待を裏切られました。アジドー 5G の S622L よりかは先重りのバランスになりますが、それでも思っていた以上にロッドバランスは良かったですね。軽さだけを追求してロッドバランスが残念な竿かなと思っていましたが、しっかりとリフト&フォールの釣りに適したバランスになるように作られています。実際に 135g のリールをつけて前持ちをすると水平のバランスになって、だいたいリールフットの前の先端部分に重心位置がきますね。リールフットに指を挟んだり挟まなかったりするロッドの持ち方によって多少重心位置が変わりますが、だいたい 135g から 160g ぐらいのリールで合わせるといいバランスになります。その中でも 150g から 160g ぐらいのリールで合わせると特にいいタックルバランスになると感じました。こういったスケルトンのリールシートを搭載した竿って軽さだけ追求してバランスが悪い竿が多い印象でしたが、しっかりとリフト&フォールに適した水平もしくは水平よりも少し上のバランスになるように意識して作られています。ただアジドー 5G と違ってリールシートを少し前につけて、そして金属パーツをいろいろとつけているので、おそらくこの部分でロッドバランスを調整したのかなと思います。なので 5G の S622L のような紙バランスの良さは感じられないですね。そのためアジドー 5G と比べてジグヘッドの重さがふっと抜けるテンション抜けの当たりは取りにくいですし、食わせの間を入れた時の引き抵抗はちょっと分かりにくい時がありますね。ただこれはアジドー 5G の S622L のロッドバランスが神すぎるだけで、アジドー 3G を先重りするバランスって言っちゃうと他のメーカーでは先重りしすぎる竿っていうのもあったりするので、値段を考えたらとてもいいバランスが出ていると思います。アジングでよく使う 1g 前後のジグヘッドの操作感は分かりやすいですね。竿を上下に動かしてアクションを入れた時の操作感は手元にトントンとよく伝わります。無風時だったら 0.5g 前後のジグヘッドの操作感も手元に伝わりますが、この重さはあんまり実用的ではないですね。ただアジドー 5G S622L と比べて先重りのバランスになるので、ジグヘッドの細かい操作はやりにくかったりとか、食わせの間の引き抵抗はちょっと分かりにくいです。ざっくりイメージすると
アジドー 5G が指揮者のタクトを振る感じで超軽く振れるってイメージ、3G がドラムのスティックを振る感じってのがイメージしやすいかなと思います。ただこれは 5G が良すぎるっていうだけで、アジングでよく使う 1g 前後のジグヘッドは 3G でも普通に扱いやすいです。まあでもこの竿は 1g 以下のジグヘッドをメインで使うにはちょっと向かないので、他の竿を選んだ方がいいですね。リールフットに指を挟まない前持ちやリールフットに指を挟む持ち方、いろんな持ち方で普通に持てます。最初はスケルトンタイプのリールシートなので、リールフットに指を挟まない前持ちだったら超持ちにくいんだろうなと思っていましたが、リールシートの下の部分が手のひらにしっかりと当たることで前持ちでもホールドしやすくて意外と持ちやすかったです。なのでこの竿は持ち方に関係なく持てますので、僕のような前持ちをする特殊な方でも大丈夫です。でも前持ちの場合はアジドー 5G のような IPS のリールシートの方がしっかり持てるので僕は好きですね。1g 前後のジグヘッドが普通にピュッと投げやすかったです。張りが強い竿だと投げる時に指を離すタイミングが結構シビアだったりしますが、この竿は普通に投げやすかったです。ただガイドのフレームが2本足になっているため、アジドー 5G の S62L と比較したら投げた時の空気抵抗は結構感じますね。アジドー 5G だとヒュンとストレスなく振り抜けますが、アジドー 3G は投げた瞬間にボンと空気抵抗を感じるなど、アジドー 5G と比べたら振り抜きは良くないですね。特に少しでも風が吹くと空気抵抗をよく感じるので、アジドー 5G の振り抜けの良さに慣れている方はちょっとストレスを感じるかもしれません。水深が7メートルのポイントで 2g のジグヘッドをフルキャストした先の底付近でアジが食ってきてもフッキングできるロッドパワーがありますね。竿が柔らかくて合わせを入れてもベリーが合わせの力をクイッと吸収して合わせが決まらないってこともなく、かけていく楽しさを味わえます。アジングの一般的なポイントで快適に扱えるちょうどいいロッドパワーになってます。アジの抜き上げは28センチまで試しましたが余裕で抜けました。この感じだったら尺前後も普通に抜けますね。ただいつも言っていますが、こういった高弾性のアジングロッドは竿を立てて抜き上げてしまうと、このベリーの部分に負担がかかって簡単にパーンと折れてしまう可能性があります。なのでアジを抜き上げるときはロッドをぐーっと上に立てて抜き上げるのではなくて、横によいしょという感じでスライドしながら抜き上げると竿の破損を防げます。水深が7メートルぐらいまでの漁港やテトラ帯のポイントで 1g 前後から 2g までのジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りで使うとこの竿の性能を活かせますね。1g 以下のジグヘッドを使うのは操作感が分かりにくくてちょっと向いていないので、1g 以下の軽いジグヘッドをメインで使われる方は他の竿を選んだ方がいいですね。ロッドの持ち方も他のスケルトンのリールシートを採用している竿のようにリールフットに指を挟まない持ち方でないと持ちにくいってこともなく、いろんな持ち方でも扱えます。一般的なポイントで使いやすいアジングロッドです。最初の1本を買うのにアジドー 3G はどうかというと、これは正直言うと個人的にアジドー 1G の方がおすすめですね。理由としていきなりスケルトンのリールシートを使うよりもアジドー 1G の IPS のリールシートの方が手のひらにフィットする感じで超持ちやすいですし、今後のアジングロッドのステップアップを考えた時も上位の竿で名作と言われる竿は IPS のリールシートを採用している竿が多いです。さらにアジドー 3G は 5G シリーズとブランクの素材が同じなので、繊細なアジングロッドの取り扱いに慣れていないと初心者の方はすぐに破損させてしまう可能性が高いです。なので最初の1本として買うんだったらアジドー 1G S62L がおすすめで、そこから違う竿にステップアップするというのがおすすめです。スケルトンのリールシートが大丈夫だったらステップアップにもありかもしれませんが、5G と 3G の値段差を考えたら個人的には 5G の方がおすすめです。3G の感度は 5G と同等でも 5G のロッドバランスが市場にあるアジングロッドの中でもトップと言ってもいいレベルで素晴らしく、ジグヘッドの細かい操作感のやりやすさやジグヘッドの重さがふっと抜けるテンション抜けのあたりの取りやすさはダントツで 5G の方が上です。
さらにアジドー 5G の S622L を使うことでいいロッドバランスの感覚を手で覚えることができるので、今後いろんなアジングロッドを触った時のロッドバランスの良し悪しがよくわかるようになります。そういった意味でもアジドー 1G からのステップアップを考えるんだったら、価格差を加味してもアジドー 5G の方が超おすすめです。僕は発売されてから4年以上経った今でも 5G の S622L を2本所有してバリバリ使っています。まあ正直言うとアジドー 1G と 5G の出来がいいのでおすすめしにくいってところがあるんですが、もうこれはスケルトンタイプのリールシートに興味がある人におすすめですね。スケルトンのリールシートに興味がなくてアジング入門の最初の1本を探しているんだったらアジドー 1G、 そしてアジドー 1G からのステップアップだったらアジドー 5G がおすすめとなります。で、アジドー 3G を購入する時の注意点ですが、リールシートの形状の関係で合う合わないという好みがはっきり分かれるので、とりあえず釣り具屋さんで現物を触るのをおすすめします。そして持ちやすかったらそのまま購入して OK、 ちょっと持ちにくいなと感じたら 5G を選んだ方が失敗せずに済みます。もしロットの購入は全部通販だよという方は、もうこれはアジドー 5G を買った方が間違いないと思います。ということで今回はめちゃくちゃ注目のアジングロッドアジドー 3G S612L を紹介しました。水深が7メートルぐらいまでのポイントで 1g 前後から 2g ぐらいまでのジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りに適した竿で、感度は1万円台で買える竿とは思えないぐらいよく出ていて衝撃を受けました。ロッドバランスはアジドー 5G の S622L と比べたら先読みのバランスになっていますが、それでも 135g のリールをつけて前持ちをすると水平のバランスになるぐらいいいロッドバランスが出ています。まあこの値段でこのレベルの竿を出されると困るメーカーさんも結構多いんじゃないかなと思いましたね。スケルトンタイプのリールシートが好きな方にはぴったりの竿でした。で、次にアジドー 7G が出るみたいですが、これも気になっている方多いんじゃないかなと思います。個人的にアジドー 7G を出すならロッドバランスは 5G と同等、そして感度が上じゃないとあまり 7G の必要性は感じないですね。ロッドバランスは悪いけど感度がいい竿というのは他にもありますし、アジドー 5G の出来がめちゃくちゃいいんで、わざわざ 7G を買う理由はないかなと思います。まあ今回のアジドー 3G S612L を触った感じではロッドバランスはかなり意識して作られているので期待はしていますが、どんな竿が出るか楽しみですね。ぜひ次の動画もすぐ見れるようにチャンネル登録とベルマークの通知をオンにして待っててくださいね。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。